通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ディズニー VS ジーナ・カラーノの法廷闘争の話題になります。現在ですね、この両者裁判でね、バチバチとやり合っているんですが、どうやらこれ進展を見せたようで、ディズニーにはですね、かなり辛い状況になっているというんですね。そしてこの裁判はですね、男性版のレイチェル・ゼグラーとも言えるようなペドロ・パスカルも大きく関わっておりますので、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね、見えておりますが、このチャンネルでもね、ずっとこれについては追ってきているんですが、現在ですね、ディズニーとマンダロリアンのスタージーナ・カラーノが法廷でバチバチとやり合っております。でこれについてはですね、一体何が起きているのかよくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。そして以前ね、ペドロ・パスカルの件少しねお話ししたところ、そんな人だったのと驚いてる方が結構いらっしゃったんですね。でペドロ・パスカルについてもね、どういった人物なのかよくわからないという方が多いのかなと思いましたので、この辺も含めてね、本日改めて一体何が起きているのか見ていきたいと思いますが、まずざっくりね、こちら AP になりますが、ここまで何が起きていたのか振り返っていきたいと思います。女優ジーナ・カラーのマンダロリアンからの解雇をめぐり、ルーカスフィルムとディズニーを訴える。女優のジーナ・カラーノは火曜日、ソーシャルメディアで右翼的な意見を表明したため解雇されたとして、2021年にマンダロリアンから解雇されたことをめぐり、ルーカスフィルムとその親会社ウォルト・ディズニー社を訴えた。カラーノ氏が X の協力を得てカリフォルニア州連邦裁判所に起こした訴訟は、アメリカの保守派の扱いをナチスドイツにおけるユダヤ人の扱いに例える投稿が原因で、ディズニープラスのスター・ウォーズシリーズから不当に解雇されたと主張しているということで、これがねざっくりとした流れです。以前もねお伝えしましたが、このジーナ・カラーノというのは保守派として知られているんですね。そしてそんな中ですね、こちらにねその内容書かれているんですが、歴史が編集されているせいで今の多くの人は知らないと思うけど、ナチスの兵士たちが何千人ものユダヤ人を簡単に捕まえることができるようになるまで、政府はまずただユダヤ人であるという理由で彼らの隣人たちに彼らを憎ませるように仕向けたんです。誰かの政治的信念を理由に憎むこととこれの何が違うんですか。つまり思想によってね相手を憎むというのは、先ほどのねナチスの話と同じになってしまうじゃないかと、このように言っているんですね。ディズニーの話も出てきません。スター・ウォーズの話も出てきません。ただただ個人的な見解を話しました。そしてこれが原因でこのジーナ・カラーノはスター・ウォーズを解雇になりました。そしてディズニーとルーカスフィルムの言い分としてはこちらですね。同月ルーカスフィルムは声明を発表し、カラーノが契約を解除されたことを明らかにするとともに、彼女の SNS 投稿を忌まわしく容認できないと非難。彼女はホロコーストを現代の政治的対立と同列に扱うことで極めて不適切に歪償化したとされたからです。ということで、先ほどのジーナ・カラーノの投稿というのは右とか左とかそういった話は一切していないんですね。現代の文化戦争、思想の対立というのをナチスとユダヤ人の話に例えたため、これを容認できないとして解雇されたと。でもね、普通に考えたらそんなわけないでしょ。これでクビにするなんてことありえないじゃないですか。そこで出てくるのが思想の話なんですね。このジーナ・カラーノさんというのは先ほども言いましたが保守派ですので、 LGBT 界隈から激しい攻撃に遭ってるんですね。プロフィールにプロナウンを入れろ、このようにしつこく言われておりまして、もう仕方がないなということで、R2 に例えてね、ビッバッブって入れるわけですよ。そしてさらなる攻撃にさらされるというね。でここに参加していたのがそう、我らが親善大使レイチェル・ゼグラーさんだったんですね。これについてはこちらの動画で詳しくまとめておりますので、ぜひご覧になってください。つまりこのジーナ・カラーノという人物は保守派だったからあの発言でクビになったんでしょう。このように言われておりまして、実際にこの裁判というのはこのジーナ・カラーノが差別だとしてこのディズニーを訴えています。そしてその根拠の一つになっているのがこの人なんですよ。ペドロ・パスカルですね。この人はマンダロリアンの共演者でリベラルな思想の持ち主だとして知られているんですね。で彼のこういった思想というのはその家系にありまして、このねペドロ・パスカル、チリからの移民なんですね。こちら日本語のウィキにもありますが、チリクーデターです。1973年9月11日にチリの首都サンディアゴ・デ・チレで発生した軍事クーデターである。社会主義者のサルバトール・アジェンデ大統領を打倒するためチリ軍によって行われた軍事行動である。そしてね、この下にありますが、この出来事はその日付から2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件になぞらえて、もう一つの911とも呼ばれている。そしてね、この時に倒されたここね、サルバトール・アジェンデ大統領、ここにありますが、自由選挙による世界初のマルクス主義の大統領であったと。この人物にはですね、甥っ子がいまして、それがねこちらですね。アンドレス・パスカル・アジェンデはチリのマルクス主義反体制活動家であり、元大統領サルバトール・アジェンデの甥であるということでね、もう皆さんお気づきになったかもしれませんが、ここにねパスカルと入ってます。この人物がこのペドロ・パスカルの母親のいとこなんですね。そ
そしてこれに協力していたのが両親だったんですよ。このペドロ・パスカルというのはそういった環境の中で育っておりまして、実際ね、母親というのは革命家ではなかったとは言っているんですが、本人もね、かなりリベラルな人物だったというように言っています。このペドロ・パスカルは非常にね、母親のことを愛していたということで、母親が亡くなった後ですね、彼女の旧姓、パスカルを名乗るようになるんですね。結果的には左翼のゲリラ組織、これ左翼革命運動と言いますが、この指導者と同じ名前を名乗るようになったというのが皮肉なものですよね。それだけではありません。ここペドロ・パスカルと、その横に見えておりますが、こちら、ルクス・パスカルと言いますが、これね、ペドロ・パスカルの弟です。もともとはね、現在は妹ということでここにね書いてありますが、ペドロ・パスカルの妹、女優、トランスジェンダー活動家、ルクス・パスカルについてということで、このペドロ・パスカルの弟、現在は妹ですね、は女優であり、トランスジェンダー活動家なんですね。ゆえに、このペドロ・パスカルというのは、強力な LGBT の擁護者だというわけです。すごいでしょ。もう絵に描いたような左派の家族なんですね。そんなペドロ・パスカルが例えばね、トランプ大統領のこと好きだと思いますか？そんなわけないでしょ。このペドロ・パスカル、トランプが大嫌いです。当たり前ですよね。ということで、ここに繋がるわけですよ。なんかね、誰かが見えておりますが、ちょっとね、後で見ますね。このペドロ・パスカル、以前ですね、自身のインスタグラムで、このような画像を投稿するんですね。まずこちら南軍の旗ですね。1865年の負け犬と。そしてその下、はい。ここね、ナチスですね。1945年の負け犬と。そしてその下です。はい、見えてきましたね。2020年、ここね、マガハットですよ。つまりトランプね。2020年の負け犬と。以前はですね、彼ね、X もやっておりまして、こちらになりますが見てください。ペドロ・パスカル、ヒムと。これどっかで見たことありますね。そしてね、ペドロ・パスカルはこんな投稿してるんですよと。これを言った YouTuber に対し、これをリツイートしまして、Stay on top of it。ちょっと今日長くなっちゃうので、これ、今日のキーワードとしては取り上げませんが、これ慣用句となっておりまして、見逃さず、ちゃんと把握するという意味になるんですね。つまり、このペドロ・パスカル、トランプやその支持者に対してこんなこと言ってるよ。これを言った YouTuber の投稿をリツイートして、これちゃんと見といてよと。このように言って、この投稿を否定していないんですね。みんなこれチェックしといてね。ちゃんと見といてよ。このように言ってるわけですね。こちらもそうですね。この投稿を取り上げたこの方もね、YouTuber ですが、この人に対してね、直接リプするんですね。ここにありますが、はい。これすごいでしょ。こうやってね、虹を掲げて、これみんな見てくれよと。これわざわざ個人に対してリプ飛ばしてるんですね。で、これ以外にもですね、この投稿を批判する人物に対し、なんかね、ちょっとよくわからない。おじさんの絵文字の横に、リップスティックの絵文字並べて、トランスジェンダーを言いたいんですかね。こういったリプライをしてみたり、このペドロ・パスカルというのはこういった人物だったんですね。後に彼はですね、X やめまして、削除したからでしょうか。このね、全く同じ ID、別人が今使っておりまして、ペドロ・パスカルのファンアカウントになってますね。現在ですね、こちらペドロ・パスカルになりますが、インスタグラムではね、活動しておりまして、ここね、ペドロ・パスカル・ヒムと。これは先ほどと同じですね。で、それを踏まえるとね、これですよ。つい先日ね、大変話題になりました。実際ね、ペドロ・パスカルがこのような投稿をしています。レイチェル・ゼグラーさんを、ここね、アイコンとありますが、つまりは社会を象徴する代表だと、このように絶賛する投稿をしたんですね。でもここまで聞くとこれ、納得でしょ？このペドロ・パスカルというのは、パレスチナと LGBT コミュニティの強烈な擁護者なんですね。そして過去には、トランプとその支持者を侮辱するような投稿もしている。この二人ね、全く同じなんですよ。ペドロ・パスカルは今でこそ落ち着いたから目立っていないというだけで、今日見た以外にも本当に政治的な発言が多くって、本質はレイチェル・ゼグラーなんですね。だからレイチェルさんはジーナからの攻撃するときに、ペドロ・パスカルを愛しましょうと、このように言っているし、ペドロ・パスカルはレイチェル・ゼグラーのことをアイコンと言っていると。この二人というのは表裏一体だということです。で、問題になってるのはこれなんですよ。このペドロ・パスカルはですね、思いっきりトランプとその支持者を南軍やナチスと同列に語ってるんですね。だけどどうなってますか？今、ハリウッドで大活躍してるでしょ。なんなら現在ですね、一番ご利用しされてる男性俳優と言われてるんですよ。またペドロ・パスカルかと言われるくらいなんです。そしてディズニーもそうです。首にするどころか、今度ファンタスティック4の主演ですよ。これね、かなり評判悪いということで、特にね、このペドロ・パスカルがメスキャストだと言われておりますが、ジーナからのあの投稿で、ナチスの件を賠償化するのは許せない。だから首にしたと。このように言ってるんですが、ペドロ・パスカルは現在も首にならず、なんだったら最新作の主演なんです。これは何なんですかと。これは差別以外の何者でもないでしょう。このように言っていると。これが今回の法廷闘争の概要です。この話というのはね、明らかにおかしくって、ジーナからのね、訴状の中でも言っています。このルーカスフィルムというのは、彼女の思想というのを変えさせようとしていたんですね。それがね、AP に書いてあるんですが、訴状によるとカラーノは会社側の要請で LGBTQ+ 団体のリーダーたちとのズーム会議に参加。
それにもかかわらず、ルーカスフィルムは彼女に対し、自分がコミュニティ全体を嘲笑、または侮辱したことを認める内容の公開謝罪を求め、さらにこの問題に関して、その他の嫌がらせも行ったという。ということで、ルーカスフィルムというのはですね、先ほどのね、ナチス云々の話が出ておりましたが、その一方で、LGBTQ コミュニティのリーダーとの面談というのを求めていて、私が間違っていましたと言えと、このような謝罪も求めていたんですね。これすごい話でしょ。カルトを題材にした映画のプロットでよくこういうの見ますが、これルーカスフィルムの話ですからね。で、ネットではですね、首の原因になったのはナチス云々の件じゃなくって、こっちでしょと見ている人も多いんですね。これを拒否したからでしょと。そしてこのディズニー、ずっとですね、証拠の提出というのを遅延させていました。こちらですね。ジーナ・カラーのディズニーが裁判の日程を2026年に延期したことについて、妨害行為をしていると非難。8ヶ月にわたる回避と遅延の報告後、強制執行の申し立てを提出。私の弁護士たちが損害賠償の専門家に必要な基本的な書類や情報をディズニーに求めてからもう8ヶ月が経ちました。この訴訟の間ずっとディズニーとルーカスフィルムは話をはぐらかしたり引き延ばしたりしてきました。その結果、私の裁判は今年9月から来年2月に延期されました。本当に心をえぐられるような思いです。そして今回、こちらね、最新情報になりますが、このようになりました。ジーナ・カラーの訴訟証拠開示の戦いでディズニーに対処。判事はディズニーに対し20日以内に俳優の報酬記録を提出するよう命じる。ディズニーに対する訴訟でジーナ・カラーノが大きな法的勝利を収め、カリフォルニア中央地区連邦地方裁判所はペドロ・パスカル、ロザリオ・ドーソン、その他のキャストなど他のスター・ウォーズ俳優の報酬に関する重要文書の提出をディズニーに強制する申し立てを認めた。この命令はカラーノが不当解雇訴訟でディズニーが言い逃れと引き延ばしを行ったと表現した8ヶ月後のものだった。こちらね、弁護士の方が実際にこれポストされてますね。ジーナ・カラーノのディズニーに対する訴訟で情報開示の申し立てが認められました。裁判所はディズニーに対しマンダロリアン、その他のディズニープラスのスター・ウォーズ番組、近日公開のマンダロリアン&グローグーのペドロ・パスカル、ロザリオ・ドーソンなどのスターが役に対しどのように報酬を受け取っていたかに関する情報を提出するよう強制しています。ということでディズニーはね、これがバレるといろいろなものが計算されてしまうんで、何としても隠したかったと言われているようですが、つまりこれによりジーナ・カラーノが今回クビになったせいでいくらのダメージを受けたのかというのがわかるので、訴訟の大きな材料を手に入れることになると。この命令はディズニーがこの重大な争いの中で手続き上の駆け引きを使って重要な情報を隠蔽することを裁判所が許さないという姿勢を示していると弁護士は述べた。ディズニーが20日の期限を守れなかったり、再び対応を遅らせたりすれば深刻な結果を招くことになる。裁判所はディズニーに対し罰金や時間を無駄にしたとしてカラーの氏の訴訟費用の支払いを命じるなど制裁を科すことが可能です。また裁判官はディズニーが将来の証拠開示に異議を唱える権利を剥奪する可能性もあります。最悪のシナリオではディズニーは法廷侮辱罪に問われる可能性があります。はい、ということで本日はですね、ディズニー VS ジーナ・カラーノの法廷闘争がついに進展を見せたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いやー、どうですか皆さん。一応ね、ディズニーとしては歴史的な出来事を歪償化するのがまずいんだ、このように言ってるんですが、やっぱりね、それはただの詭弁なんじゃないのと思ってる方が多いみたいですね。結局のところその思想によって差別したんでしょと、このように言われてしまっているわけですよ。そしてその生ける証人となっているのがペドロ・パスカルとレイチェル・ゼグラーなんですね。特にレイチェルさんに関してはですね、このチャンネルご覧になってくださってる方はもうレイチェル・ゼグラーさんのオーソリティですからよくご存知なんじゃないかなと思いますが、どうですか、先ほどのジーナ・カラーノの発言と比べてもう比べ物にならないでしょ。それでもまだクビになってないんですよ。もうこれが全ての答えですよね。このディズニーはですね、すごいですよ。こちら ESPN によるジーナ・カラーノ排除にダナ・ホワイトが反発し彼女を支持ということでね、こちら何を言っているかと言いますと、この ESPN というのはですね、スポーツ専門メディアです。これディズニー傘下なんですね。ディズニーなんですよ。するとですよ、ここが特集したここねあるんですが、影響力のある女性 MMA ファイターのリストから、これ総合格闘技ですね、このリストから明らかにジーナ・カラーノを外してると言われているんですね。これが批判されてるんですよ。だからこのディズニーはね、その大きな影響力というのを使ってこのジーナ・カラーノを徹底的に排除しようとしているんじゃないか、なんだったら格闘技の歴史からも抹消しているんじゃないか、このように言われているんですね。今後もね、引き続きこれについてはね、進展があれば追っていくと思います。そしてこれについて知らなかった方、今回の動画でね、かなりこの状況分かったんじゃないかなと思いますので、ぜひ注目していただければと思います。で、これについてはですね、以前こちらの動画で見ましたが、ディズニーの差別問題ですね、ここにもね繋がる話になっております。結局のところこの流れの中にある話なので、まだご覧になってないという方、ぜひご覧になっておいてください。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。